ニンニクの芽が出てます。でクリッと回ってからこういう形になるまでニンニクの芽は置いとった方がいいっていうことなんで、花の咲くところでもじゃもじゃするから、誰もこの辺りで切って、水で一応洗って5、6センチに切ります。この中に、ニンニクの芽を入れます。だいたい沸騰して5分の方がいいので、入れたらちょっと温度が下がるから。これに開けると残った分はこうやってフリーザーバッグに詰めて、これはもう冷えてますので冷凍します。塩コショウ少ないね。あんまりやります。だし醤油を小さじ1杯程度、大さじ1杯ぐらいちょっと入れて、大さじ1杯豚肉に火を入れます。皿に開けます。改めて油を敷いて、人間から入れます。ちょっと入ってるニンニクの芽ちょっとしんなりしたからしんなりしたところで全部入れます。半分ぐらいかな。あんまり濃くはしない。大さじ1杯ぐらい入ったかピンクだけな。まあ味は忘れとったのか忘れとったもやしを。もやしも存在する、出来上がりです。これで出来上がりですね。ニンニク、これがニンニク。でニンニクの芽が出てます。でクリッと回ってからこういう形になるまでニンニクの芽は置いとった方がいいっていうことなんで置いてますけど、クリッとなると神戸を垂れるような状態になるってこと？まだねこういう状態ではまだできってない。だからできってから取るようにって。重くなるまで待ちなさいぐらいな感じなの。ちゅうかね、クリッと回るのよね、こういう感じで。こういう風に立っとったらいかん状態ね。立ってるのはまだ後から伸びてくるから、曲がってる分をこれ取っても取っても出てくるもんな。出てこん。一回取ったら終わり。取ったらこういうので取ったらまた伸びてくるからね、だからこういう風に曲がっても伸びきったやつを取るわけ。途中でやるとまた生えてくるから、そのできるまで待てってこと？そうこうやって、そしてここを食べられんことはないんやけど、ここは将来的には、ネギ坊主みたいになって花の咲くところでもじゃもじゃするから、誰もこの辺りで切って、この間を食べる。それだけ置くわけね。先っぽを取って、先っぽだけ置いて、取ってこれを食べる。汁で取るけど。そうすごいね、水分が多いし、疲れた時にはやっぱ滋養強壮剤なんやろうと思うよね。下のニンニクも本当黒ニンニクね、きつい時に食べて、ちょっと横になったら30分ぐらいして、なんかやろうかなっていう気になるのがすごいなと思うよね。じゃあこれ黒ニンニク作るためだけにこれだけ植えてるの？黒ニンニク、自家製黒ニンニク、もう薬も何も使ってないで、それを作るためだけに自分用にここともう一つ向こう側を、向こうか？一番向こうの列がニンニクなんよ。なるほどね。それだけを作ったわけ。で黒ニンニクをやっぱ作ったのも好評でから、欲しいっていう人もいるから、謎の主婦さんも食ってよかったって言ってたな。それこれをニンニクの芽はこれ普段食うもんじゃないん？まあ今の時だけにしかね、今が旬やから。これはね、冷凍物が結構出回ってるかもしれんけど、焼肉とかによく使われるよね。冷凍物、今日もね取って余ったら冷凍するけど、今日はもう豚肉と野菜炒めをしようと思う。せっかくここまでね、綺麗に無農薬でできてるから、もう一生懸命食べてやろうかなとね、こうやって。普段は食うようなもんじゃないのかな？普段食べよう思っても出回らんやろ。そうなの？母ちゃんボロボロ落としようけど。そうね。それでも肥料かなんかにするんじゃないの？捨てるんだろ？いや、これはもう肥料にするよ。植えっちはね。もう
ニンニクは球根をね取っとって、ニンニク自体を取っとって、今年のまた10月9月の終わりから10月にまた植えたら、その次の年にこういう形になるから。ものすげえ幹太いな。太いやろうこれね。わからないよね、球根が今から太る時やから。でこうなってるのを取って、枯れるまで置いたら栄養がしっかりあれするから、本当にもう完全に枯れるまで私はいつも置いてるのね。水で一応洗って、で適当な大きさに切るよってこと。そうそう、5センチぐらいに切る。今畑から取ってきたものですけども、ニンニクの芽、これをお湯を鍋にしっかり沸かしてて、その間に、5、6センチに切ります。失敗した。逆側から取った方がよかった。もう一回やると？いや、いいよ。いいじゃろ。つなぎ合わせたら。編集でつなげろって。いや、なんか最近思うけど、そこまでシャチョコバらんでもいいのかなって思ってさ。そうね。素人やし。まあでもこうやって畑があって作ってると、いろんなもんが収穫できていいよねっていうのはあるよね。それはね。でもこれさ、結局なんていうの、作ってりゃ作ってるだけさ、そのニンニクの芽ってできるわけやん。でその成長を抑制するためにこれ取らんといかんわけやろ。根っこを太らせるために。そう、今からね、球根を太らせて、栄養、葉の栄養とかが全部下に落ちるように最後まで、枯れるまで置いておく。でもすげえさ、その大量に消費せにはいけんってことやね。そういう意味合いでは。でも作ってる分が200か300ぐらいやけんね。そんなに作ってんの？あれ三畝で300ぐらいやろうと思うけど。三畝で300個。300個。だけどそんなにないよ。あれでも黒ニンニクにしたり、オリーブオイルにつけたりしたらもうすぐなくなる。それでも200個300個っつったら、1個が100円とかで売れたら3万とか。それはね、売ったらね、売ってる人はいるよ。年間何百万とかで。その人たちはもう機械化。マルチも機械でマルチして、全部もう機械でやってる。でもさ、それで考えると、その植えて種でお金かかってんの？いや、自分で作ったやつをまた来年も持ち越してやってんの？それでやってて肥料ぐらいか。肥料がね、やっぱかかるね。これが牛糞と101。1B101。あれ高いんじゃん。高いね。だけど、まあ他のものをやるんやったら同じやし、安心して太るからね。まあ無農薬で作られたものを食うっちゅうのはなかなか金もかかるから、そういう意味合いではいいんかなって気がします。ものすげえ量になってるんだけど。結構ね、2、30本取っただけでこんな感じやからね、やっぱり。食えんじゃろ今日これで。今日全部は食べられるんだけど、冷凍して保存する。一回湯がいて冷凍保存する。5分ぐらい湯がいとったら、あと炒めたりしても割と柔らかく食べられる。湯がしっかり沸いてきました。この中にニンニクの芽を入れます。大丈夫？このまな板はすごく便利なんや。柔らかいから。柔らかいから。フレームアウトしてる。入れましたと。入れて。これどのぐらい？5分。5分。でも入れて、
だいたい沸騰して5分の方がいいよね。入れたらちょっと温度が下がるから、だいたい煮物とかでも沸騰してから飲んで時間がないと。今日にする？今日にする。取り消して。なんか粘り気があるような。粘り気があるね。すごい。あと匂いがすごい。これほぼニンニク食っとると同じってこと。栄養分はそうなんやろうけど、炒めた時にはね、さほどに炒めて、あれしたらそんなにニンニクのなんつうの匂いがすぐ広いとかいうことはあんまりない。大体ニンニクとかでも、口の中の口臭を消すのは紅茶とかリンゴジュース。紅茶も結構消えて、すごい時間あれするらしい。沸騰したので5分、火を落としましたけど。色が綺麗になりました。でこれでこれで5分やって、ざるに開けて冷ます。この色のね綺麗なうちにね、1分ぐらいで揚げたりもするんやけど、なんかラーメンのような、これ煮たやつこしてラーメンの出汁とかにしたらいいんじゃない？そうね。濃ゆいかな。いやいや、栄養分があれだけ汁出るわけやね、切っただけで。栄養分があると思うけど、このニンニクとかはあまり食べ過ぎると胃にくるから。ラーメンにこれなら焼きそば、なんなら焼きそばこれで作ってみたいし、煮汁でゴリゴリよ。あと4分。取ってすぐやけ3分ぐらいでいいかもしれん。あ、そうね。ちょっと結構外に置いとったら、硬くなるっていうかね。今取ってきたもんね。今取ってきた分やけ3分ぐらいでいいかもからね。それどういう基準で判断？水分が飛んどったりするから。柔らかさってこと？その煮た後の柔らかさで、だけ外で置いとけばそれだけ乾燥するから、ちょっと硬くなるっていうかね、1日やら私よく取ってきてすぐに使わんで1日2日置いとったりするから、ずっとニンニクの匂いのあるところで納屋でぼーっとしとったりするけどでこれあれ匂いを取っちゃっちゃらんと猫がおえって、匂いを取って換気扇つけろってこと？そうか。猫には毒ないの？なんかね、感じはね、なんか逃げるやる子だよ。匂いで逃げちゃうの？多分ね。あいつら吸血鬼のしもべなんじゃないの？匂いとかはね。結構敏感なんだ。おえって。3分ぐらい経ったらええや。あと1分。なんか色がちょっとくぐもっとるような色になる。綺麗な色の時の方がね。汁のね、色が。でもそれざるに開けるんじゃろ？ざるに開ける。そこに床置いとかんとやけどするやん。いいよ。そうするのね。ちょっと見苦しいかもしれませんけど、これに開けるといい。はい。よし。すごいね。でこれで、
茹でた分ですけど、これで粗熱を取って、保存する分はフリーザーバッグに入れて、粗熱が取れて冷めた状態になってから冷凍します。で今日はちょっとこれを使って、豚肉の炒め物、野菜炒めを作るんで少し置きます。はい、先ほどちょっと沸騰した中に入れたニンニクの芽です。残った分はこうやってフリーザーバッグに詰めて、これはもう冷えてますので冷凍します。で、今日は豚肉と野菜炒めをしますけども、新玉ねぎ1玉、中くらいの1玉、それと先ほど茹でたニンニクの芽、それと、人参を少し彩りに、細切りにしてます。それと冷蔵庫にキクラゲがありましたので、そのキクラゲと、それからあったの大抵置いてあるよね。でもう一つはもやしを入れます。で豚肉に塩コショウしている間に、もやしを少し、さっと湯通ししようと思います。これをそうだね。それ洗えとすまんねそうですね。準備しとけばよかったけどちょっと時代劇に夢中になってた。テレビを見すぎてしまいました。ちょっとそれ貸して。これ今吹いてで水を入れて、水を入れて鍋にかけとくから、これだけやからね、半分ぐらいは。ある意味型破りな料理番組だね。事前準備一応しとるはしとるけど、抜けとるっていう。まあ継ぎはぎをやってくださいで湯を沸かす今日にしたらいいんじゃない？今日にしてお湯を沸かしておきます。そでして豚肉の下ごしらえをします。普通はもうビニール袋に入れてその中でガサガサってやるんですけど、今日はもう買ってきたのにそのままで塩コショウ。少ないね。あんまりやりません。塩コショウ。ちょっとでだし醤油。だし醤油を小さじ1杯程度。小さじ1杯。はい、いいです。本当下味をつけるだけ。なかった。なかった。片栗はなんで？長かったからちょっと切らんといけない。片栗粉は、これの味をこう閉じ込めるのと、それとあれ混ざりっていうか、とろみつけるとか。まあとろみはあんまりつかないんだけど、まあ大さじ1杯ぐらいちょっと入れて。大さじ1杯？結構入れるね。はい、OK です。なんか切らんにゃいけんとかっていう不吉なこと言うたけど大丈夫？ちぎります。あ、ちぎるのね。まあバラ肉、豚バラやから。で湯が沸くのを待つ。湯は今日にしてあるから。豚は何でもいいんだけど、豚バラは適当に脂肪もあるし、食べやすいし、ね、味が染みやすいし。調理はしやすいね。しやすいし。ラーメンの具とかによく入れたりする。それ焼きそばのこないだのさ、冷凍のやつの中に豚バラ生で入れてなかった？豚バラ生に入れた。で豚バラ生でもチンしたら火が通るけ、でその豚肉の火の通ってるのを確認してから、あと追加するかしないかをしたけどね。なるほどね。火が通るんであれば、それでも
火通るよ、豚バラ。いや、これよりもちょっと厚手の豚バラやったんやけど、うん冷凍の豚バラやったんだけど、でもしっかり火通っとった。たら例えばその冷凍したやつに、その今野菜とか入れて水分がある程度出るような状態にしてからチンして、フライパンでピッピッてやったらいいんじゃないのかなと。まあ最後そうしてもいいけどね。その焼きそばのその香ばしさっていうのはどうしても焼かなきゃ焼きそばやからな。まあね、最後はそうだろうね。生焼きそばって言ったら。まあそれだけでも食えるけどね、チンだけでも。それがちょっと干したやつ、干したちか、ドライのやつでやってみたい。ばらしてね。で水分をちょっと入れてチンして、まあそれは冷凍とかじゃなくてチンして、で玉ねぎをなんていうの、スライスして、油で炒めて、それを冷凍にしてあるんだけど、いろんな料理にも使えるようにしてあるんだけど、それと人参のチンしたのと一緒に入れて、でやってみたんよ。チンして、で一回出して、もう一回ほぐして、もうちょっとお水を足してもう一回やったんよ。でちょっとお水が少なくて、塊のところもあったけど、あ、焼きそばだと思って食べた。食べたんや。食べれた。あれなんじゃないの、そのもう水に浸してさ、それこそ1分か2分ぐらい待って、でほぐれるようになってからもうコンテナに入れるとかすればいいんじゃないの。そんな感じやね。っていう間にお湯がぐらぐら沸いてきましたので、この中にシャキシャキ感が出るために、もやし、これはもう生買ってきたもやしです。冷凍したもやしではないけど、冷凍したもやしでもグラグラにすると結構シャキシャキとしたのが食べれる。でこれでグラグラバッと沸騰するまで待って、で揚げるのね。揚げとけばいいのね。上から下からこうバーッと上がってきたらもういいけど、さっと通すだけでいいから。これをよいしょ。ざるの上にガッと上げてください。でそれはそのままで置いといて、でこっち行きます。まずフライパンを熱して、うち今米油を使ってるんで、米油をちょっと。それマイブーム？マイブーム？マイブーム？古いか。まあいろいろと使ってるけど、オリーブオイルはやっぱ癖がある。米油は癖がないから使いやすい。サラダオイルはちょっと怖い。よろしくないっていうよね、サラダオイルはね。ちょっと箸をもらおうかな。俺やるか。豚肉に火を入れます。くっつくからしばらく置いといた方がいいんじゃない？そうね。混ぜる方がいいね。アホやね。豚肉はくっつくもんね。テフロンでもくっつく。調理しにくいじゃん、しにくい。野菜から入れるの？いや、これは一回炒めてから肉は出すから、お皿の上にね。皿に出すの？取り出しとく。汚いのが出てくる。一回皿に取り出すの？で完全に火が通るまでやるの？ある程度もう火を通す。じゃないと、これが生やったらね、あと入れてもなかなか火が通りにくいから、豚はねやっぱ火を通しとかんと。最近は結構豚肉も、衛生的になったって聞くけどね。まあ
私らは昔人間やから、豚はよく火を通ってると。どっちかっていうと焼くより蒸すような焼き方した方がいいんかなって気もするけどね。蓋をした方がいいかもしれない。まあばらつきがないようにね。だいぶいいんじゃない？ほぐれてないところがね、やっぱりまあいいんじゃない？まあこのぐらい、結構火が通ってる。はい。一旦これで皿に開けます。皿に開けます。ごめん。油が飛んだ。肉ついてる。で、改めて油を敷いて。油をちょっと入れます。で、火につけて、まず人参何もしてないから人参から入れます。切ったままなのね。切ったまま。新玉はまあ割と柔らかい。縦切りにしてあるから、新玉は縦切り、輪切りにするともうシャキシャキ感がなくなる。なんていうのかな。くし形に切るんじゃなくて縦切りにするの。ね、くし形っていうかくし形の方向に縦切り。わかる？輪切りじゃなくて。ああ、そういうこと。半分に切って。中心に向かって火やね、刃を入れていくような感じにしたってことね。なんかちょっと入っとるけど、ニンニクの芽が。いいんじゃない？ちょっと電話かかってきたり。で、ちょっとしんなりしたから、ちょっとしんなりしたところで全部入れます。ニンニクの芽は焼肉とかでも結構いいよね。そう、美味しいよね。とか誕生日は焼肉パーティー母とか言うけど、もうこの頃はいろんなものしないでだし醤油1本、これで、大さじ半分ぐらいかな。あんまり濃くはしない。大さじ1杯ぐらい入ったかもしれない。ちょっと風味をつけるだけなの。まあ味はあんまり濃くしない。もやしは？もやしも入れて。忘れとったのか。忘れとったもやしを。もやしもそんで忘れとった。電気のあれだとちょっと触れないのが物足りん感じはするな。何を？フライパン。これはね、豚ミの料理やし、豚肉と玉ねぎとニンニクのアリシンがすごくビタミン、全部にアリシン入ってんの？アリシンが何なのか知らんけど。なんていうかね、ビタミンのね、強い分に変わるっていうか。ビタミン D をなんかこう、強化してくれるようなもの。ビタミン B 群のね、強化をしてくれて。アリシンって名前だけだとなんかアミノ酸っぽい。抗酸化作用があって、免疫力を高めるっていうね、そういう豚肉との相性はいいよね。もうこれで出来上がりですけど、ちょっと味を見てみる？味を見なさいと。味をちょっと見て。ちょっと味を見て。熱いから箸で食べ。
もう少し味がついた方がいい？え？仕上げにオイスター入れた方がいいかもね。仕上げはオイスターソース、オイスターソースをちょっと上からさーっと。結構多めに入れるのね。結構仕上げをこれでかけると美味しい感じがした。最近こればっかりやで。あ、そうなの。昼食べて夜食べて。結局同じもんばっかりになっちゃうのね。そうね。でもバランスが取れてるし、まあ他の魚とかも食べるけど、煮物とかも食べるから。出来上がりです。これで出来上がりね。はい。で、盛り付けをして。はい。それで盛り付けするの？なんで？なんかお玉かなんかで盛り付けようかなと思って。あ、そういうこと？まあいいけど。いいの？いいんかい。ラズくん、どうしたのラズくん。猫草食っとる。おじさんとおばさんからいじめられるんじゃないの？そばに行っただけでパチンってやられる。まあ、いつも噛みつくから。そもそもこいつが悪いよね。悪い。確かにそばに行っただけで。喧嘩売って回っとるわけやから、こいつは。喧嘩売りっぱなしやけ、もうそばにいただけで警戒されてバチンってやられる。すぐ腹見せるのにね。はい。出来上がり、写真撮ってください。そういうこと？動画を閉める。動画を閉めるというか、まあ完成です。で、2人分です。これで母ちゃんにも言ってないんですけど、プレミア公開っていうのができるみたいなので、ちょっとやろうかどうか迷ってるところです。何それ？なんかライブでその動画を視聴しながらチャットができるみたいなことらしい。タイミングがね、どうしてもあれなので、まあ、もしよかったらご意見ください。はい、出来上がり。はい、出来上がりです。